2022年10月16日から31日までのさそり座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。10月16日から31日までのさそり座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらにカップの2が出ておりまして、あなたが今まで探していたぴったりな人、ぴったりな物事、お仕事、勉強などとの出会いがある。そしてお相手がいる方の場合は、パートナーシップが深まっていく。この時、新しいお仕事との出会いがある方も、とても良い人間関係が元にあって、あなたにぴったりなお仕事を引き寄せていく時になると思うんですけれども、こちらにペンタクルの6も出ておりまして、バランスの取れた関係、釣り合いの取れた関係。ですので、お仕事の場合は、あなたの才能と見合ったお仕事を、今まで力を出し切れなくて苦しんでいた方の場合は、そういうやりがいのあるお仕事に出会っていく。あと、この支え合える関係というのが人間関係の場合は、困った時に助け合える。お互いの足りない部分を補い合える関係。ですので、この時、その仲が深まっていくというふうにも言われています。そういう支え合える出来事がこの時に起きて、お互いの仲が深まっていく。こちらにコンパッションというカードも出てますが、お互いを思い合える関係。その人間関係に、その環境に身を置いていると、思いやりの心が自然と芽生えていく。それはあなたが思いやりに満ちている人に囲まれているということでもあると思うんですが、このペンタクルの6ではクッキーが描かれてますけれども、これを独り占めして一人で食べるというのではなく、シェアする人がシェアする仲間が周りにいる。シェアすることによってより美味しく食べられると思いますし、会話が弾んで仲が深まっていく。あと、このシェアするというのは、あなたが勝ち取って自分で持ちすぎているなって思うようなものを独り占めするのではなく、誰かとシェアするというメッセージでもあって、それは人間関係が深まっていくときですので、あなたの愛をシェアするという場合もあれば、困っている人が周りにいたらその人を助ける。あなたの時間を割いてその人のために何か作業をするとか、そういう思いやりに満ちた環境を自ら作っていくときになるんじゃないかなって思います。そしてこのカップの2が出ているときに22番のカードも出ておりまして、イエス・キリスト様の愛を知るというカードなんですが、まさにこの時は、この思いやりに満ちた環境で、愛を実感できる出来事がたくさん起きてくると思うんですけれども、その愛というのは、恋愛や結婚生活における愛だけではなく、例えばお仕事での人間関係、お友達との関係、ご近所付き合いとかも含めて、この困った時に助け合える、思いやりに満ちた環境に身を置いているということで、こちらにティアドロップスのカードが出ておりますが、あなたの悲しみが癒されていく。
とても真逆のイメージがあるので、この時期たくさんの人に出会っていく中で、思いやりに満ちた人と、そうじゃない人という極端な相反する人たちに出会っていくという可能性もあるんですが、その場合もそうじゃない場合も、この支え合える関係の人たちがあなたを深く癒してくれますし、あなたを泣かせるのではなく笑わせてくれる。それでこの支え合える関係の人たちというのは、あなたととても会話が合うと思うんですね。年齢が全く違っていたり、育った環境が違っていても、そしてこの時初めて会ったような人であっても、まるでずっと友達だったかのように、一つのきっかけで会話がどんどん弾んでいく。ですので、恋愛のお相手をお探しの方の場合は、その方が次の恋のお相手になる可能性が高いと思いますし、この時は特に会話をすると話した瞬間にこの人が運命の人だってわかると思います。そしてお仕事の場合は契約が決まる、お仕事の依頼が増える、担当するお仕事が増えていくなど、あなたが評価された結果を受け取っていく。ですので、コンペなどに応募されていた方の場合は、とても良い結果を受け取ると思いますし、あとそれは勉強されていた方もそうなんですけれども、今まで頑張ってきたことが評価される。そしてそれを何らかの形でシェアしていく。例えば勉強してきたことをお仕事で活かす。誰かに教える。それがまたさらにあなたの評価につながっていく。ですのでこの時は、このシェアする機会というのが自動的に発生してくると思うので、惜しまずに自分が持っているものを提供するというのが最大のラッキーアクションになっていくと思います。そしてこちらに前回ワンドの6が出ていたんですが、ワンドの7が出ております。このカードでは炎が描かれてますが、あなたのやる気に火がついていく。それは何かしらの試練があって、それを乗り越えようと頑張っているうちに、自分が思っている以上の力を発揮していく。試されているような、追い詰められるような出来事がある方がいるかもしれないんですが、それもあなたが出会うべき人に出会うため、出会うべきお仕事に勉強に出来事に出会っていくため、この追い詰められて発揮する力というのが本来の力であって、このシェアするというのもそうなんですが、ご自身の力を、能力を、魅力を出し惜しみしないというのが、この時期の一番強いメッセージかなって思います。もっとできるのに、もっと上を狙っていけるのに、もっと素敵な人に出会っていけるのに、どうして自分をそんなに制限しているのかというふうにも言われていまして、この時はその制限を外して、自分を自由にして、自分の本当の力を発揮して、この愛に満ちた環境を勝ち取っていく。そしてこの制限を取り除いていくために、試練を乗り越えていくために、情報が必要と言われていまして、こちらにツタのカード、情報があなたを助ける。あとは情報を探し求めていくことによってとても良い出会いがある。そしてこの時の情報というのは人伝いに得ていくんじゃないかなって思います。最初のきっかけは検索して探すという場合であっても、結局は人が誰かがあなたにとても良い情報をくれる。それも何気なくくれると思うんですけれども、例えばお菓子を食べながら雑談をしているとき、もしくは誰かに泣きながら相談しているとき、そして泣きながら相談している場合も、この時は最後は笑顔になっている。そういうとても良い人に出会えている時でもありますので、情報を求めている場合も、困ったことが起きている場合も、悲しいことが起きている場合も、あなたの周りにいる思いやりの深い人に相談をする。あとは支え合える関係ですので、
誰か悲しそうな人がいたら、困っている人がいたら、情報を探している人がいたら、積極的に相談に乗ってあげてみてください。その思いやりのエネルギーの循環というのが、あなたのエネルギーをより高めていって、相談に乗ってあげながら、自分が探し求めている情報を見つけていったりとか、誰かを助けてあげることによって、自然に本来のご自身の力を発揮できるようになったりとか、自分の魅力を隠さずに表に出せるようになったりとか、この時のそういう何気ない出来事があなた自身をより愛に満ちた存在にしていく。なので人を引き寄せていくんだと思います。その自分の魅力や能力を制限して、なかなか全てを表に出せない方というのは、この涙のカードが出ているということで、過去のトラウマになっているような出来事、例えば、セクハラやパワハラ、モラハラにあったというような過去の傷が原因で、それを隠しながら、なるべく目立たないように、そのご自身の魅力や能力を隠していたという場合もあると思うんですが、この環境というのは、この思いやりに満ちた環境というのは、それを隠さなくても、あなたを傷つける人がいない。逆にそれを利用すると、助かる人がたくさんいる。あなたを認めてくれる人がいる。認めるを上回って、称賛される方もいるんじゃないかなって思うんですが、ただ愛し愛される関係を築く、思いやりに満ちた人間関係を築くというだけではなく、いろんな意味で愛を知る、いろんな愛に満ちた人と会話を楽しんでいただいて、このおそらく知らないうちに自分自身に課している制限のようなものを取り払っていただいて、ご自身の魅力や能力をそのまま発揮できる豊かな世界に進んでいただきたいなと思いました。それでは10月16日から31日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。